こんにちは、マルコです。今日勉強するのは第1段階の項目7、安全な速度と車間距離。この項目について勉強していきたいと思います。死亡事故などの重大事故を起こしてしまう原因の多くがスピードの出しすぎです。このグラフを見ても、速度超過なしと比べて速度超過ありの死亡事故の確率は 11.9 倍とかなり高いことがわかります。11.9 倍っていうのはすごい差ですね。免許を取って死亡事故を起こしたいですって人はまさか一人もいませんよね。みんな怪我なんてしたくないし、ましてや交通事故で死にたくなんかない。安全に運転したい。そう思っていると思います。じゃあ車のスピードについて一度考えてみましょうよということです。今回の動画では全てのドライバーにとって重要である安全な速度と車間距離、ブレーキのかけ方について解説していきたいと思います。それでは早速いきましょう。まずは最高速度について解説していきます。道路で車を運転するときは好きなだけ自由に速度を出していいわけではないんですね。速度には法定速度と規制速度という2つのルールがあります。車を運転する上で大切なルールなので、この動画を見てぜひ覚えていってください。ではそれぞれ解説していきます。まずは法定速度についてですが、法定速度とは車の種類によって定められている最高速度のことを言います。簡単に言うと、車種ごとの道路で出していいマックスのスピードだと思ってください。今回は高速自動車国道を除いた一般道路での法定速度について説明していきます。これは車の種類ごとの法定速度の表です。この表のように自動車の法定速度はすべて60キロとなっています。大型貨物自動車も総排気量 660cc 以下の自動車である軽自動車も、大型二輪も普通二輪も軽引自動車も全部60キロです。厳密に言うと構造上15キロ以上の速度がもともと出せない小型特殊自動車という自動車もありますが、学科試験対策としては全ての自動車の法定速度は60キロと覚えてもらえれば問題ないです。ですが表の下の方をよく見ると原付だけ違いますね。そう、実は原付は分類で言うと自動車ではありません。よって法定速度も変わり30キロが法定速度になります。原付で30キロを超える速度を出してしまうと、その時点でスピード違反となるんですね。また、こういったケースの法定速度も覚えておきましょう。他の車を牽引するときです。他の車を牽引するとなると、運転操作が難しくなり危険性も上がるので、法定速度の基準の速度が下がります。その中でも学科試験に出やすいのが、車両総重量2000キロ以下の故障車などをその3倍以上の車で牽引するとき、イラストのようにトラックなどの大きな車で乗用車を牽引するようなときですね。その場合の法定速度は40キロになるので覚えておきましょう。以上が法定速度でした。自動車は60キロ、原付は30キロ、牽引時になるとそれより速度の基準が下がっていくといった感じですね。そこで、なるほど、じゃあ僕が自動車を運転するときはいつでも60キロまでは速度を出していいんだねと考えてしまう人もいますが、それはダメです。というのも、速度のルールにはもう一つ規制速度というものがあるからです。皆さんもこういう標識を見たことがありますよね。これは規制速度を示す標識で、この道路ではこの速度を超えて運転してはいけません。住宅街など道幅が狭く事故の危険性が高いような場所では遅めの規制速度で、大通りなどの車が走行しやすいような道路では早めの規制速度が設けられています。この規制速度を示す標識が設置されていない道路では、自動車や原付は法定速度まで速度を出して運転できます。運転する際には規制速度の標識に注意して運転するようにしましょう。では、ここで一つ問題です。この標識のある道路では普通自動車の最高速度は40キロである。正解は×になります。いやいやいや教官、何言ってるの？標識に40って書いてあるじゃんって思った人もいるかもしれませんが、よーく見てください。標識の下に補助標識で代価と示されていますよね。このように補助標識により特定の車種が示されている場合は、その車種の最高速度が40キロになります。この場合は大型貨物自動車ですね。ということは、普通自動車はこの標識とは関係がないので、法定速度の60キロが最高速度となります。なかなか意地悪な問題ですが、こういった性格の悪い問題も試験にはいくつか必ずあるので、
引っかからないように規制速度に補助標識が一緒についているときは注意してください。次は規制速度の終わりの標識表示についてです。この標識表示はその規制速度の終わりを示しています。この標識表示から先は速度の規制がなくなるので、法定速度に従った速度で運転します。ということは、自動車だと60キロの速度が最高速度となりますね。というように、車を運転するときは、その道路の最高速度を超えずに運転するように気をつける必要があります。また、交通状況や天候、視界などを考慮し、道路環境などによっては決められた最高速度よりも遅い速度で走行する必要があるときもあります。免許を取って皆さんが道路を走行する際には、法定速度と規制速度の基準を守り、状況に応じた安全な速度で走行するようにしてください。また、次の場所では特に危険なため、車はすぐに停止できるような徐行で通行しなければなりません。徐行とは10キロ以下の速度であると言われています。1、徐行の標識があるところ。2、左右の見通しが利かない交差点、信号機などによる交通整理が行われている場合や、優先道路を通行している場合を除きます。3、道路の曲がり角付近。4、上り坂の頂上付近と勾配の急な下り坂。勾配の急な上り坂は徐行場所ではないので注意しましょう。以上の道路を通行するときは十分に注意して徐行で通行してください。次は停止距離についてです。停止距離とは車が停止するのに必要な距離のことを言います。停止距離は次の2つに分けられます。運転者が危険を感じてからブレーキをかけ、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に車が走る距離である空走距離。ブレーキが効き始めてから停止するまでの間に車が走る距離である制動距離。この空走距離と制動距離を合わせた距離を停止距離と言います。式で表すと空走距離プラス制動距離イコール停止距離といった感じですね。また、この表を見てわかるように、停止距離は速度が速くなればなるほど長くなります。皆さんが車を運転する際は、他車との事故を防ぐためにこの停止距離を意識して運転する必要があります。ここで覚えてほしいのが、おおむねの停止距離は速度マイナス15の式で計算して出すことができるということです。では、実際に計算してみましょう。自動車の法定速度である60キロの速度の停止距離を計算してみます。この場合、速度の60に15を引きます。すると45になりますね。実際の停止距離を見てみると44メートルです。だいたい同じですね。他にも50キロならマイナス15は35、40キロならマイナス15は25、だいたい等しい数字になります。車は速度マイナス15の距離でおおむねの停止距離が出せると覚えておきましょう。これをもとに意識してほしいのが、走行時の前車との車間距離です。前車を追従中に前の車が不意に急ブレーキをし、後続車のブレーキが間に合わず追突してしまうという事故が多くあります。この事故の原因は前車の急ブレーキだけではなく、後続車の車間距離不足にもあると考えられます。何かが起きても安全に停止できる分の距離を前車とは空けてなければならないんですね。そこで意識するのが先ほどの速度マイナス15で出せるおおむねの停止距離です。60キロで走行中、おおむねの停止距離である45メートルを前車との車間距離で空けることができれば、前車の急ブレーキにも対応が可能と言えます。でも45メートル空けてと言われても、実際運転中は前車との距離感を測るのは難しいですよね。そこでこの速度マイナス15のおおむねの停止距離ですが、時間で換算すると約 2,3 秒と置き換えて測ることができると言われています。ということは、前車との車間距離は約 2,3 秒は最低でも空けないといけないんですね。走行中、前車に追従して走行するときは、標識などを目印にして前車との距離を最低でも 2,3 秒は離して走行するようにしてください。ちなみに交通事故の3件に1件は追突事故だと言われています。適切な車間距離大事ですね。気をつけましょう。また、次のような場合には、今説明した距離よりも空走距離や制動距離が長くなり、結果、停止距離がさらに長くなるので注意が必要です。1、運転者が疲れているときは、疲れていないときに比べて、危険を認知してから判断するまでの時間が長くかかるので、空走距離が長くなります。
2、雨に濡れた道路を走る場合や重い荷物を積んでいる場合などは制動距離が長くなります。3、路面が雨に濡れ、タイヤがすり減っている場合の停止距離は、乾燥した路面でタイヤの状態が良い場合に比べて2倍程度に伸びることがあります。次にブレーキのかけ方です。ブレーキをかけるときは、最初はできるだけ軽くかけ、それから必要な強さまで徐々にかけていきます。ブレーキを最初から強くかけると急ブレーキになってしまい、事故につながる危険性があるからです。また、ブレーキをかけるときは数回に分けてかけるようにしましょう。これはポンピングブレーキといい、路面のスリップ防止や分けて踏むことによるブレーキランプの点滅が後続車への合図となり、追突事故の防止に役立ちます。では、今回の動画のまとめです。1、車を運転するときは、車の種類によって定められた法定速度と、道路や交通の状況に応じて定められた規制速度を守らなくてはいけないこと。2、車がすぐに停止できるような速度を徐行といい、道路には徐行すべき場所があること。3、危険を感じてからブレーキをかけ、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に車が走る距離を空走距離。ブレーキが効き始めてから停止するまでの間に車が走る距離を制動距離。空走距離と制動距離を合わせた距離を停止距離ということ。4、運転者が疲れているときは空走距離が伸び、雨に濡れた道路を走る場合や重い荷物を積んでいる場合は制動距離が伸びること。5、速度マイナス15でおおむねの停止距離を出すことができること。また、追突事故を防ぐためにも前車との車間距離に気をつけること。6、ブレーキをかけるときは最初はできるだけ軽くかけ、それから必要な強さまで徐々にかけていくこと。また、ブレーキをかけるときは数回に分けてかけるポンピングブレーキを使うこと。では最後に練習問題です。第1問。標識や表示により最高速度が指定されていない一般道路における最高速度は、大型自動二輪車は60キロ、普通自動二輪車は50キロである。標識や表示で最高速度の指定がない場合は、法定速度が最高速度の基準になります。法定速度は原付以外の自動車だとすべて60キロになります。第2問。信号機などによる交通整理が行われている場合や優先道路を通行する場合でも、左右の見通しが利かない交差点を通行するときは徐行しなければならない。原則、見通しの利かない交差点を通行するときは徐行ですが、青信号で通行するときだったり、優先道路を通行するときは例外で徐行の義務はありません。それでも実際通行するときは左右に注意して通行してください。第3問。運転者が危険を感じてからブレーキをかけ、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に車が走る距離を空走距離という。設問の通りです。ちなみにブレーキが効き始めてから停止するまでの間に車が走る距離を制動距離。空走距離と制動距離を合わせた距離を停止距離と言います。では今回の教習は以上となります。お疲れ様でした。このチャンネルでは現役の教習助教官による免許試験対策の動画を配信しています。今回の動画が良ければ評価やコメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。マルコ教官ブログというブログもやっています。ブログでは免許に関わる情報と生活改善情報を発信していますので、こちらもチェックしていただけるとありがたいです。Twitter もやっています。YouTube やブログの更新情報、日々思ったことをつぶやいています。どちらも概要欄に記載してありますので、良ければフォローお願いします。それではご視聴ありがとうございました。